2杯は決めてる。さっきコーヒー好きでした。危ない。もうパックで着きました。ここが3階です。でこちらがサムです。サムです。はい、サムはここで何してるんですか？僕はここで、広報担当をやっております。やっぱビールが好きです。好きですね。好きじゃないとここで働かないですね。はい、今日はサムにせっかくなんでビール工場を拝見させてもらって、うちのなんかここのこだわりとか、せっかく来たからでちょっと飲ませていただいてみたいな。まずベアードヒストリーですね。ヒストリーはい、ベアードブルワリーって言って、もともと沼津の方で20年前に作ったんですけれども、最初は沼津タップルームっていうところで、まさにこの小さなブルーイング設備でブライアン処理で社長が仕込んでいました。で今はもうだいぶ自動化されているんですけども、最初の方は麦芽を砕くとかそういう自分で指導作業が多くて大変でした。でここで1回30リットルが作れます、ビール。今は6000リットル一気に作れます。ちょっとだけ増えた。量が違います。成城石井とかあるんですか？そうですね、成城石井さんは置いていただいております。和風のよくイベントなんかでブースなんかでたまに、配ってるようなビールもここで作ってます。ここからは入ります。工場の中に入っていきますんで、皆さん準備はよろしいでしょうか？普段はツアーやってるんですよね、土日でしたっけ？はい、このご時世じゃなければ普段やってますね、土日。どうぞ。はい、お邪魔します。もう匂いがね。これは麦芽を煮てる匂いですね。今麦汁っていう麦スープを作ってるんですけど、その匂いですね。めっちゃいい匂い。ここに保管しております。この中に入ってる。これそうですね。この中実は3つのタンクが入っておりまして、20トンずつが入ります。20トンの麦芽が入りまして、合わせて60トンの麦芽がこの中に入っております。これベースモルトって言って一番多めに使うモルトだけを入れてるんですけれども、今は、マリス・オッタっていうイギリス産の、麦芽を、この工場の中に実は3つの、醸造設備が入っておりまして、小さいやつはここつながってないのでここ使えないんですよ。なのでそのためにここにもこれですか？はい、見る設備がございます。ちょっとミニマムな感じ。そうですね。ビールというと基本的に4つの原材料から作っておりますが、何なのか分かりますか？クイズタイムですよ。やばい、分かる。水大事。美味しい水で、いわゆる麦芽だ。麦芽。あとなんだろう。アルコールは入れやしないですね。ホップと最後唯一の生き物です。最後は酵母です。そっか。そう人間はビールを作るっていう言い方をしてるんですけれども、実はビールを作ってるのは酵母です。人間ができるのが最適な環境を用意することですね。ホップの中にホップっていうのはあるんですよ。僕あります。知らなかった。あります。ホップっていうのがこういう、こちらはやっぱ釣り性の植物ですね。もう全然加工していないですね。触ってもいいですか？そうです。ぜひ触ってちょっと匂いを嗅いでもらえたら。ホッピーの匂い。そう、これがビールの苦味になりますね。すごい。普通の氷砂糖だと、単にアルコール度数が変わります。でもこういうのを使うと、スダキと黒糖を使うとちょっとキャラメルっぽさも増えますし、ちょっと泥感がつきます。へえ、面白いな。砕かれた麦芽がこう落ちてきて、自動で隣の部屋に送るっていう話があったので、早速見てみましょうか。楽しみにしてました。はい。いろんなタンクが並んでるんですけれども、どっちも役割がございます。まずこっちが、そのお湯と合わせる
タンクですね。麦スープを作りますね。でその後やっぱ水を切らないといけないので、その奥の大きいタンクが、そのろ過をするタンクですね。中に、回ってる、フォークみたいなものがあって、それで水をよく切ってカスを捨てます。捨てるって言ってもなるべく肥料として使っています。なるほどなるほど。もし使いたい方がいればぜひ連絡ください。コメント真ん中のタンクはデコクションタンクって言ってこちらのタンクがセットとなってますね、この小さいやつと大きいやつ、なぜかというとさっきのホールフラワーホップお見せしたんですが、ペレットホップっていうのがあります、圧縮されてるやつですね、でそっちの方がやっぱ使いやすくてそのまんま使った後に流せます、さっきのホールフラワーホップの悪いところは捨てれないです。パイプが詰まっちゃうので、その奥のタンクが必要となります。ちっちゃいっていうかあれですよね。そうですね。ちっちゃいタンクの中にこうメッシュ網戸みたいなのがついてて、ホップが流れないように液体だけを循環してビールを作っています。終わったホップは全部ちゃんとこうね。そうです。終わったホップをその後に全部こう捨てるっていうか、回収しないといけない。そうですね。大変ですよね。そうっすよね。こちらの、ソフトで今どの段階にビールがあるのかとか全部温度管理とか全部できます。実際に人間の手が必要となるのがホップを入れることだけですね。あとは全部自動化便利ですね。ここ社長室なんですか？社長室。あら、社長もやっぱり仕事しながらビール飲みますか？それも仕事です。品質管理です。今までのレシピは全部ここに取ってあります。水も大事なので、全部ベイヤードビールで使っているお水はここの移動水です。そうですね。で次こちらのタンクに移します。発酵タンクになりますね。この右側の小さいやつが6000リットル、要するに1バッチとなります。で左側が、その2倍ですね、1万2000リットルとなります。ダブルバッチって言いますね。でこの中に、さっきの麦汁を入れてまず冷やさないといけないですね。6000リッターだとそうですね、何人分ぐらいかな。1人、いやでも500リッター1本2本飲む人で、パイント500ミリと考えるとそうですよね。ちょっと僕も1万2000か。パイントですね。1万2000パイントなので1万2000パイントっていうんですか？その大きいサイズのグラスですね。ケンタオフ会でじゃあじゃあ和風の忘年会。和風の忘年会1本これ。はい、1本。予約入ってます。詰めなくていいんでしょ。もうみんなここ集まってもらってホースで。で普段はここツアーで見せないんですが、今日は特別に本当ですか？見てみましょうか。もう発酵が終わっています。じゃあ瓶詰め樽詰めしないといけないのでここでやります。これじゃあ全部その瓶詰めしているんですね。そうです。まずこちらのタンクに移しますね。でこの段階ではまだ酵母が入ってます。飲む段階でも酵母が入ってるんですが、ベアードビールは全部 100% 自然発酵なので、発酵っていうプロセスがございますが、こちらの段階でもう一回ちょっと砂糖を足します。で足したまんまで、瓶詰め樽詰めして、でもう一回樽内で発酵させます。使った樽をここにドンって置いておくだけで自動で中身を洗ってリンスしてビールを詰めて、それで終わったのが出てきます。なるほど、戻ってくるわけですね。そうですね。20度が最適だそうですが、ここは20度じゃないので、どこでやってるかというと、なんかかっこいいな。こうやってやるんだ。ボタンここじゃなくてここなの？ボタンもありますね。でもこっちの方が楽しいです。ここが20度なので、夏だと涼しく感じて、
冬だと暑く感じるぐらいですね。この中でだいたい1週間2週間ぐらい眠らせて、その二酸化炭素が液体に入っていって炭酸ができたので、この後別の建物出荷センターっていう、ウェアハウスがあるので、あそこに運んでいきます。結構じゃあ本当手間も時間もかけてますよね。そうですね。でもやっぱり美味しいビールが作りたいから。作りたいからですね。もうそのために生きてるもんです。ビールの色は全部そのモルト、フルーツを使わない限り、副原料を使わない限り 100% 色がモルトでできてます。今すぐ飲みたいけど沖縄にいます、どうしてくれますかっていう方には、じゃあちょっと待ってくださいって、このビアカノって言って瓶ビールをここにボンって積んであそこから沖縄でキラーン。これでフィニッシュ。バンバン。うわーすごい。ありがとう。いや、ありがとうございました。We could buy one from their tent. Yeah, but I was gonna buy a few 2 more 割 rooms for マシ this. マシ I'll get you cigarettes. So でん。ありがとうございます。じゃあいただきます。名前は何でしたっけ？グリッドエール。20周年グリッドエール。いただきます。はい、乾杯。はい。それ何したんですか？20周年。20周年のビールなんてガーンってくる系ですね。結構いろんな意味でハイブリッドなビールですね。工房も混ぜてますし、そうなんですね。社長がなんか自分の知識が全部活かして、20周年のビールを作るぞ